グッモーニングです。時丸田中です。皆さんおはようございます。今日は最近私が食べているもの、朝食べているものについて紹介していきたいと思います。朝何を食べてますかっていうねコメントをいただいて、なんか具体的にその作り方とかも知りたいですみたいな感じでしたので、今日は時丸田中伝説のレシピをですね、紹介していきたいと思います。でいろいろ米食べてた時期とかパン食べてた時期とか、でそういうのをたまに食べたりするんですけど、で結構季節によっても変えたりもしてます。でなんか最近ここの12ヶ月っていうか、冬の間はこういうものを食べてるってものを、最初のですね作り方から説明していきたいと思います。それでは参りましょう。まず私が唯一持っているこのカップに、このオートミールですね、クエーカーのでロールドオーツタイプでホールタイプのものです。硬いやつですね。それをだいたいまず 50g ぐらい、50g ぐらい入れますね。で分量は調整しつつでいいんですけどね、適当にこんな感じでまずざっくり入れます。で結構順番も重要で、まずオートミールを先に入れて、で次にこれですね、豆乳、豆乳を投入します。こんな感じで先にこのやっぱ長くつける時間を長くすることによってふやかすっていう行為が必要なんで、入れたらですねすぐ豆乳入れて、でそれからふやかしていきます。で豆乳は結構無添加タイプのものも健康的にはいいとは思うんですけど、なんか僕はちょっと味気なく感じるので、普通に味がついてるやつが好みですね。でそれが終わったら次ブルーベリーです。でこのブルーベリーを投入していきます。でブルーベリーは僕は生のタイプが好きなんですけど、なかなか季節によっては売ってなかったりするので、これは冷凍のタイプですね。結構大容量でよくスーパーとかで売ってる冷凍のタイプを買っておいて、それを10粒から15粒ぐらいかな、入れます。味のバランスでやっぱりこのブルーベリーが加わることによって、酸味というか酸味と甘みと、そういうものが加わるので、やっぱりこれは必要ですね。でたまにバナナとかでよく、夏とかは結構バナナ多いんですけどね。でこれプラスバナナも食べたりはするんですけども、基本的にはこの中にはブルーベリーを使ってます。でそれからですねナッツです。でこの下にあるのゴキブリじゃなくてデーツですね、ナッツとデーツ、この2チームを入れていきます。重ねていきますね。でやっぱりこのナッツが入ることによって脂質とか、そういう栄養素の高いもの、そしてカロリーアップという意味でもナッツを加えていく。でデーツはあったりなかったりするんですけど、甘み出すために入れる感じです。でこういうものは全て僕は山に持っていく行動食を家に保管してて、なので、それを使ってます。でそれから次にヨーグルトを重ねていきます。でヨーグルトはこれ何でもいいんですけど、僕ブルガリアとかビヒダスとかが好きなんですけど、なんか今たまたまなくてですね、このめぐみさんをですね、乗せていきます。でこのヨーグルトは結構ねもりもりに重ねていきます。でこのナッツとか、そういうものを隠すことによって、これがねまた柔らかさをプラスするのと、でこのナッツの硬さとこのヨーグルトの酸味まろやかさみたいなのが組み合わさっていい感じになるんですよね。なのでこの順番で必ず重ねていきます。これが重要です。で最後にこの蜂蜜ですね。これニュージーランドの友人からいただいたものなんですけど、これいいです。おじさんがいいでしょ。このパパジムズっていうね蜂蜜、アイルランドの蜂蜜です。でこれちょっと市販で売ってんのか分かんないですけど、ちょっと調べてみますけどね、むちゃくちゃ味がいいんですよね。これねもう素晴らしくて、香りがでもう大好きになりましたね。でこれを最後に上からかけて、完成という感じですね。美しいでしょう。このねキラキラしてて、もりもりなんですけどね。でたまにこぼれたりもするんですけども、でもこんな感じで、僕のその摂取カロリー、必要なカロリーを計算していて、それに基づいてだいたい200から300キロカロリーぐらい取れるような感じにしています。でそうするとこのくらいの分量になりますね。
完成しました。その後ですね、これを作った後にヨガの練習をします。はい、ここでね一回ヨガが入ってきます。なので朝起きてすぐ朝食を作るっていうのが私のルーティン、最近のルーティンになってます。そしてヨガをすることによってだいたいアシュタンガヨガやっているので、ハーフプライマリーかフルやって1時間から1時間半ぐらいですね、この今作ったものを寝かせます。そうすることによってロールドオーツがいい感じに染みて柔らかくなります。でこれ作ってすぐだともう硬いので食べられないんですよ、なかなか。むちゃくちゃ歯ごたえが好きな人はそれで食べてもいいんですけど、なんかですねやっぱ1時間ぐらい浸した方がいい。でオーツはオーバーナイトっていうね方法があって、それは前夜から冷蔵庫の中にあのように漬け込んで仕込むっていう技があるんですけど、1日漬け込んじゃうとねちょっとね自分にとっては柔らかくなりすぎるんですよね。だから昔は結構オーバーナイトで前夜から仕込んでいたんですけども、結構なんか夜仕込むのもなんか面倒くさいなと思って、なんか翌日の食べ物を前日に仕込むっていうのがなんか面倒くさくて、なので最近は朝仕込んでそれからヨガの練習をします。で1時間ぐらいやった後にようやく食せる状態になって、この状態でいただきます。で大体こんな感じで、椅子使ってる時もありますけど、椅子ない時は、こんな感じで引いてね、はい、食べてますね。はい、キラ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 輝いて、もうなんか食べなくてもいいかなっていうね、この見とくだけでいいんですけども、でもやっぱりお腹は空くのでね、これで、食べていきます。でなかなかオーツって日本にあんま馴染みなくて、結構鳥の餌みたいだとかねよくね言われてるんですけど、なんか僕もそういう風にちょっとボソボソしてなんか嫌だなと思ってたんですけど、なんかちょっと僕の多分味覚がちょっと特殊で、コーンフレークとかさ、ああいうものも結構牛乳ひたひたにして柔らかくして食べるのが好きだったんですよね、昔から。で例えば湿気たポテトチップスとかなんか一日部屋の中に置いてて、で昨日夜食べててなんか部屋の中に置いてて湿気てしまったスナック類みたいな、最近はほとんどスナック食べないですけど、なんかそういうね柔らかくなった微妙に湿気たものが好きなんですよ。でこれ結構話すといやなんか気持ち悪いっていうかいやそれちょっとまずいでしょっていう風な感じで言われることもあるんですけど、でもねそういうね味覚っていうか、なんか柔らかいでも歯ごたえがあるみたいなものが好きな人にとっては、オーツっていうのはなかなかいい食品だと思います。でそして結構低 GI 食品で血糖値も上げにくいし、でタンパク質とか食物繊維ですね、食物繊維の含まれている量がかなり多いんで、もうむちゃくちゃ快調になりますね。そういうわけでオーツを取ってるってところもあるし、あとは単純に味とか食感が好きにっていう感じです。なんかおかゆとか日本系の出汁でグツグツして食べるような感じの和風の塩っぱいテイストに寄せることもできるし、このようにしてちょっと甘みのあるっていうか甘くてクリーミー系のテイストに寄せることもできるので、その時の気分に合わせてその味を変えられるっていうのがなんかオーツの好きなとこですね。で結構歯ごたえがあるので、なんか米とかやっぱパンって柔らかいんですよね。で結構それでやっぱ人間の噛む力とかが損なわれたっていう研究もあるんですけど、なので割と結構硬くて硬いものを穀物みたいなものをゴリゴリ食べていくのは結構トレーニングにもいいのかなっていう感じがしてますね。で食べ終わった後は、で同じ容器でこの容器をもう洗わずにですね、ここでネスカフェゴールドブレンドを作ります。お決まりのネスカフェゴールドブレンドです。でもこれはもうなくなっちゃってますね。飲みすぎてもうなくなっちゃってます。ちょうど終わりましたね。でなんか曇ったかと思ったらね、結構ほら奇跡的にぐーっと光がこのネスカフェのために太陽が味方してくれているんですよね。光の演出。はい、そして、お湯を注いで完成です。で結構入れてるものがヨーグルトとか豆乳なので、なんかクリーム入れてる感じでそのままこれで飲んで、そして洗うっていうことで、一度洗うっていう手間を軽減してます。ミニマルです。はい、ということで、今日は私の最近の朝食についてお送りしました。
皆さんもぜひよければ試してみてください。人によって食事っていうのは合う合わないあると思うので、自分流にカスタムしてですね、美味しい食べ方を見つけていただければと思います。なんかまた食べ物変わったよとか、なんか最近ちょっと変わってきたらまたなんか紹介していきたいと思ってますので、ぜひ次回もお楽しみに。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次回の YouTube でお会いしましょう。バイバイ。